どうしても長男の方が可愛く感じてしまう、というお悩みです。やはり長男長女、男の子と女の子2人のお子さんの男の子と女の子2人のお子さんのお母さんからの悩みですね。で、具体的に症状としてどういうことが起きているか、このお母さんの気持ち、心の中に何が起きているかって言ったら、2人子供がいるのに長男の方はすごい可愛いと思える。でも女の子の方はね、可愛いと思えない。なんか憎たらしく、むしろ憎たらしく思えてしまうっていう。で、同じようなことをやってても、それを見てる母親の側に気持ちの差が生じてしまう。あ、この子可愛いなと思う。この子可愛く思えない。で、4歳と1歳っていうことですね。4歳と1歳。なので長男さんが4歳なのかな。で、妹として1歳の子がいるっていうことですよね。逆なのかもしれない。どっちかな。でも問題点という問題です。これね、多くのお母さんたちと話してそのお悩みを聞いてて感じることなんですけど、子供は可愛くなきゃいけないと思ってるっていう、これがまず思い込みです。で、可愛いというのは絶対感覚じゃないっていうことですね。子供を見て可愛いと思うのは絶対感覚じゃないんです。どういうことかって言ったら、子供は子供なんです。その子なんです。それを見て可愛いと感じる、自分が感じるっていうことなんですね。だから子供自身は可愛く可愛い可愛くないじゃなくて、本当にそれを見てて、それを見ている自分が自分のフィルターを通して、この子可愛いで、この子可愛くないって思ってるってことなんです。で、この可愛い可愛くないっていう感覚に左右されて子育てをすると、大変なことになります。もちろん可愛い方が母親としていろんな大変なことを乗り越えていくっていうモチベーションになりますよね。それは子育てって楽じゃないですからね。やっぱり寝ないで子供の面倒見なきゃいけない時もあるし、自分がお腹空いてても我慢しなきゃいけない時もあるし、寝れなくてもね、大変でもやらなきゃいけないこともある。で、子供を2人抱っこしてとかも大変だと思います。だけどそういったものを乗り越えさせてくれる、忘れさせてくれる、大変さを忘れさせてくれるっていうのは子供の可愛さでもありますけど、でも可愛いって母親が思う感覚は、それは母親の主観でしかないっていうことです、ね、主観でしかないんです。あくまで自分の感覚を通してこの子可愛いと思ってるんです。で、逆に言えば可愛いから子育てをする、可愛くないから子育てをしないってなってくると、そうするとその判断基準、可愛い可愛くないっていうのが子育ての判断基準になってしまうと、すごいウェイトを占めてしまうとどうなるかって、お母さんのとっても小さな、私が可愛いと思うから大事にするっていう、その小さな感性の中に押し込められた子になっちゃうということです。自分のフィルターを通して可愛いと思ってる、その基準で子供を大事にするっていうことは、その子の可能性を狭めてしまうということになります。で、大前提として子供が可愛い可愛くないっていうのは母親の勝手な思いでしかないっていうことを覚えててください。ただ自分の子供として、自分の母親として、母として選んできた子供たちにとって、母親というのは母親から好かれようが好かれまいが、可愛いと思われようが思われまいが、唯一のお母さんであるし、そのお母さんを頼りに可愛いと思われている子も可愛くないと思われている子も、そのお母さんを頼りに、そのお母さんを唯一の灯火として人生のスタートを歩んでいくっていう、その責任はもう絶対忘れないでほしいんです。で、もうちょっと気楽な言い方をすると、可愛い可愛くないっていうことは時期によっても変わりますし、ね、また可愛くない理由っていうのがなんとなくっていうこともあるし、女性にとって、母にとって男の子って可愛く見えるっていう人多いです。で、女の子はなんか可愛く思えないよねとか、なんかカチンときて本気で言い合っちゃうのよねっていうのはよくある話です。で、理由は何かって、異性だから、男は異性だからなんですよ。自分の大好きな人の男性のコピーだから。で、女性は自分の要素っていうものを持ってる。可愛くないと思う背景に、自分の嫌なところっていうのを継承しているところが見えたりすると、可愛くないっていうことが起きたりします。だからなんか
女の子の様子を見てて自分自身が感じている自分の嫌な面っていうのはその女の子の中に見えると、いや嫌だって思うっていうことですよね。だから非常にそのお母さん自身の持っているお母さん自身が許せない部分っていうのを子供の中に見てしまうと、途端にその子が可愛く思えなくなるっていうことが実際問題その心理的に起きます。だから可愛くないっていうのはその子が可愛くないんじゃなくて、自分を通して自分の中にある、自分が嫌だと思ってる面をその子に見てしまうので可愛くないって思えてるっていうことが一つポイントとしてあります。ですから頑固な部分とか暴れん坊な部分とかなんかいろんな部分っていうのをその子の中に垣間見てしまった瞬間に、うわこの子可愛くないわって思えるという心理背景があるということをちょっと覚えておいていただくといいのかなと思います。ですから可愛くない子供に可愛いと思えないその子に問題があるわけじゃなくて、可愛いと思えないお母さんの中に問題があるんです。で、だからといってそれは至極真っ当な感覚だっていうことを理解してほしいんです。だからあんたが悪いって言ってるわけじゃなくて、人間ですからね、いろいろ思うことはあるわけですし、2人子供がいる3人子供がいたらこの子の方が可愛いと思えるってことは正直言ってあるわけです。たとえ自分の子供であっても。でもそれが悪いことではなくて当然のことだし、で、可愛いから可愛くないからということを関係なく、やっぱり母としての役割があるっていうことを知っていただきたいんです。ですから可愛いっていうことの感情に、自分の感情にウエイトをあまり置きすぎない方がいいというのがまず子育ての大前提です。その上で処方箋ですね、アドバイスとしてさっき言われたように、男の子は自分にとって異性なんです。母にとって。女の子っていうのは自分にとって同性なんです。ですから男の子と女の子に対する感覚が一緒でないっていうのは当然の話なんです。その上で男の子は自分は女なわけですから、お母さんはねこれから育っていく過程で、今は可愛いと思ってますけど、だんだんこの男の子が今度憎たらしいと思う時が出てくる。自分には理解できないと思っているところが出てくる。で、女の子の方が憎たらしいと思う時もあるし、自分と同性なので今度分かり合えるっていうことも出てくる。育っていく過程においてどんどん自分の心理が変化してきます。でもこの時にいつもね、そういう時が起きたら今の私の話を思い出してほしいんです。子供も変化します。自分も変化していきます。年取っていきますから感覚っていうのは変わってきます。可愛い可愛くない、その時の自分の感覚に左右をされず、一番子育てにとって大事なこと、子育ての最終目標はその子たちの自立です。社会において人に迷惑をかけず、かといって人に遠慮することなく堂々と自分自身の足で立って社会のために貢献をするっていう立派な子供を育てるというのが子育ての最終目標ですから、親のペットではないんですね。最終的にその子自身が自分で自立して、社会に対して貢献ができる人になる。自分の能力を、精一杯発揮できる子になる。自分の足でちゃんと立って、自分で自立して自活していくことができるというのが子育ての最終目標ですから、そこを見据えた時にその都度その都度タイミングごとに思う可愛い可愛くないっていう自分の心の波にね左右をされて、そこに重点を置いて子育てを好きになったり嫌いになったり、子育ての責任を放棄したり、逆に思い入れをずっと強く持ったりということなく、淡々と将来自分の母親としての役割を見据えて子育てをしていただくと、もっとね可愛く思えなくてもいいんだっていう部分をね、で可愛くないってもっと突っ込んで、なんで可愛くないって思うのはなんでだろう、あ、そうか、自分とそっくりだからだ、自分の嫌なところとそっくりなところこの子持ってるから可愛くないんだっていうところに気づいていただくと、子育てが自分育てになってきます。ですからそんなことで子供が可愛いと思えないっていうことは、そこにウェイトを置く必要はないっていうことですね。ぜひそれを何かの参考になれば、そしてぜひですね素敵なお子さんね、そして素敵なお母さん、そこへ目指して両方とも子供も親も成長過程であるっていうことをね、考えてぜひね、子育てを、全面的に自分育てだと思って取り組んでいただければと
思います。子どもたちってね本当10歳前後ぐらいまでですよ、親が本当にちゃんと関わってられるのは。それ以降はもう中学ぐらいになってくるとどんどん離れていきますから、今のうち可愛い可愛くないひっくるめてぜひ子育てをひっくるめて楽しんでいただければなと思います。